こんにちは、ペーパーマンリターンズ中見隆弘の助手です。私は自分で設計はできないので、ペーパークラフトの組み立てのみをしております。この YouTube チャンネルのペーパークラフトは概要欄にあるウェブサイトペーパーマンリターンズにて無料でダウンロードできますので、私もそこからダウンロードして組み立てました。今回は任天堂ポケモンのキャラピカチュウのペーパークラフト展開図を組み立てました。新作ではなく以前作成されたペーパークラフトの組み立て動画です。今回のピカチュウは耳の頂点が38センチとなっており、前回のマリオより約2回り大きなサイズとなっております。1枚目で目を、2枚目でほっぺを自分で取り付けるので、作ってる間ピカチュウの顔が可愛くて癒されながら作ることができました。組み立て説明動画をこれから流しますので、その動画を皆さんも見て組み立ててみてください。また概要欄の方にペーパーマンリターンズの X のリンクを載せておりますので、ぜひフォローお願いいたします。それでは組み立てていきましょう。1枚目、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目、6枚目。1枚目、頭部、目、鼻、口、顎です。それでは切っていきます。実線に沿ってひたすら切ります。最初にざっくり切ってから細かく切った方が切りやすい気がします。頭部が切り終わりました。次は顔です。目をつけるところにはガイドがあるので、どなたでも可愛いピカチュウの顔を作れます。次は目を切っていきます。黒目と白目それぞれ2個ずつ忘れず切ってください。口を切ります。1枚目、最後は顎です。できました。定規とインク切れのボールペンで癖をつけていきます。色がついているところとのりしろの境目に線をつけます。直線は定規があった方が私は癖がつけやすいです。定規はあってもなくても構わないので、やりやすい方法でやってみてください。すべてのパーツに癖をつけることができましたので、次は折り曲げていきます。ピンセットを使っていますが、なくても問題ないです。それでは組み立てていきます。頭頂部から組み立てます。基本的には組み立てるパーツは左上から Z のように配置されています。木工用ボンドを爪楊枝でのりしろに塗って貼り付けていきます。丸く穴が開いている部分は耳の取り付け位置です。そういえば私、指が人より反るので、動画を見て反っているところを見つけても心配しないでください。今つけているのは顔パーツです。後でこのパーツのガイドに沿って目をつけていきます。突然ですが、皆さんはどのポケモンが好きですか？私は昔から御三家の中では絶対炎タイプを選んでました。特にゲームでいうとルビーサファイアを一番やり込んでいたので、その世代のポケモンに思い入れが強いです。シルタリスのモフモフに生まれて見てみたいです。クマザラシが好きで一生懸命育ててたらドーゼルガになって驚きましたが、殿堂入りの時のパーティーに忘れていたと思います。そんな子供の頃の思い出を思い出しながら作りました。ピカチュウはアニポケのイメージが強くて、サトシのピカチュウという印象なので、自分の相棒という感じではないです。アニポケのピカチュウはとにかく可愛いし、優しいし、強いし、変顔もできるし、マルチタレントのイメージです。ゲームのピカチュウは意外と簡単には出てこないし、レアキャラの印象です。次は目を組み立てていきます。白目の全面にボンドを塗っていきますが、塗りすぎるとはみ出るので薄く全体に塗ってください。黒目にガイドがあるので、その位置に白目を貼り付けていきます。
両目とも組み立てができました。黒目の裏にボンドを塗っていきます。顔のガイド位置に目を貼り付けます。白目の位置もガイドに書かれているので、向きに気をつけてつけてくださいね。両目ともつけれました。次は口です。まずは顔に取り付けます。丸1と書いてあるのりしろと展開図に丸1矢印と書いているところを合わせてつけます。次は口の部分をつけていきます。調べたんですが、この部分はウィスカーパッドというらしいです。口がついたので、次は顔の下半分をつけていきます。先に組み立て終わった上半分につけていきます。今つけているパーツに後でピカチュウのチャームポイントの赤いほっぺをつけます。パーツ同士を組み立てられたので、次はこのパーツ自体の組み立てをしていきます。この辺りからピカチュウと目が合うようになってきて大変可愛いです。赤いほっぺをつけるまでは来中感があります。どんどん丸みを帯びてきて可愛いですね。1枚目完成です。お疲れ様でした。2枚目を作っていきます。切れました。右耳、左耳、後頭部、右腕、左腕、組み立てていきます。まずは右耳から縦長に組み立ててから最後に筒状にします。ここから筒状に組み立てていきます。先端から根元という順で組み立ててください。耳が組み立てられたので顔とつけていきます。のりしろ丸4と展開図に丸4矢印と書いているところを合わせてつけます。つけづらいですが頑張って。次は左耳を組み立てます。このパーツの上にどのパーツかわかるように文字を載せているところ、何かに似ていませんか？高級焼肉屋の肉の上に部位がわかるように載せてあるところに似ていると思うんですが、どうでしょう？左耳ができたので顔につけていきます。のりしろ丸3と展開図に丸3矢印と書いてあるところを合わせてつけます。耳の穴が小さいのでつけるのが難しい。裏面からもボンドをつけて組み立てました。両耳つきました。チャームポイントの赤いほっぺをつけます。切れ目が入っているので顔に沿うようにつけてください。ほっぺがつくと一気にピカチュウらしくなってきましたね。両方ともつきました。はい。次は後頭部です。顎の一番端の下からつけていきます。一番最初ののりしろが正しくついていれば、あとはどこにつけるかはおのずとわかるようになっています。後頭部をぐるっとつけていってください。ここはピカチュウと目が合いにくくてちょっと寂しい。顎にのりしろ丸2があるので、展開図丸2矢印と合うようにつけられたら成功です。逆から組み立てればよかったと後から気づきました。ピカチュウの顔完成です。とっても可愛くできました。裏はこんな感じです。右腕を組み立てます。次は左腕。左腕はパーツ2つを合わせて組み立てます。腕が2つとも完成し、2枚目完成です。3枚目を作っていきます。切れました。ここで作者から鼻を折らないといけないと指摘が入りました。こんな感じで押してもらえれば問題ないと思います。どうでしょう？ちょっとへこんだかな。
顎ののりしろ丸5を展開図の丸5矢印に合わせてつけていきます。顔に喉をつけていきます。細いパーツなのでずれやすいです。丁寧につけていってください。パーツの形がいびつなのは腕を取り付けるための穴のためです。端までつけられたら逆側をつけていきます。私のピカチュウの喉は付け方が悪く、最後少しずれてしまいました。皆さんは気をつけてください。この辺りでずれてますが、なんとなく修正しながらつけてます。胸をつけていきます。数字はないですが、展開図に矢印があるので見ながらつけていってください。真ん中がついたので左右をつけていきます。背中をつけていきます。背中のガイドの部分には茶色の模様を後でつけます。組み立てていて思ったのですが、背中と尻尾の模様が茶色で耳の先は黒いのは何でなんでしょう。一番大きい茶色のパーツをガイドに沿って貼ります。細い方の背中のパーツを組み立てていきます。次につける茶色のパーツは2つに分かれているので、ガイドがずれないように組み立てていってください。展開図の向きの通り、残っている茶色のパーツの大きい方を上に、細い方を下に貼ります。股間をつけていきます。展開図に小さく矢印があるので、つける時の参考にしてください。手を体につけていきます。まずは右腕から。腕にのりしろ丸6があるので、展開図丸6矢印と合うようにつけてください。右の時よりは穴が大きいのでつけやすいです。次は左腕です。右腕と同様に腕にのりしろ丸7があるので、展開図丸7矢印と合うようにつけてください。4枚目を作っていきます。右足を組み立てていきます。右足はまずパーツ同士を組み立ててから体に取り付けしました。左足は1パーツごとに体に取り付けました。どちらの方がやりやすいかは人によると思うのですが、私は1パーツずつつけるのがやりやすかったです。お好みのやり方で作ってみてください。右足の方が取り付け難易度は低いと思います。左足は右足とお尻をつけてから組み立てるので少し難しいかもしれません。パーツの切れ目が同じ位置に来るように取り付けます。足を組み立てます。展開図の矢印を目安に取り付けをしてください。小さめのパーツなので少し難しいかもしれません。右足を体に取り付けます。本来はお尻ののりしろに番号が振ってあるので、お尻を先に組み立てた方が良かったかもしれません。お
尻を取り付けていきます。右足ののりしろ12と展開図の12矢印が合うように取り付けていってください。このパーツのガイド部分には6枚目の尻尾を取り付けます。カーブがついたパーツで取り付けが少し難しいですが、一つずつののりしろを丁寧に取り付けていってください。5枚目を作っていきます。できました。左足を体に取り付けていきます。左足ものりしろ番号関係ないところから付けてますね。ここでのりしろ17を付けてますね。お尻の一番下はパーツがないので、のりしろをどこにつけるか判断が難しく、こういう作り方をしてるんだと思います。2つ目のパーツをつけていきます。丸みがあるプラス細い部分があるので、ずれない、よれないように気をつけてください。この部分が細くて難しい。ピカチュウを回転させながらつけやすい角度で取り付けていってください。3枚目を取り付けていきます。左足も右足と同様、パーツの切れ目が同じ位置に来るようにして組み立てていってます。足を組み立てていきます。左足に取り付けていきます。展開図の矢印を目安に取り付けていってください。6枚目を作っていきます。まず茶色いパーツを尻尾に取り付けていきます。しっかりめにボンドをつけて貼り付けてください。次に尻尾の片方の裏にボンドを塗っていきます。尻尾と尻尾を貼り合わせます。お尻のガイドに沿って尻尾を貼り付けます。広範囲にボンドをつけて貼った方が安定します。完成です。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございます。楽しく組み立てることできましたですか？どうでした？結構ピカチュウ可愛く組み立てられたと思う。すごい出来いいですね。ありがとうございます。そちら手にもたれてるのはこれ昔僕が3年ぐらい前に作って、全然僕の作っても全然可愛い。可愛くできました。いい素敵です。はい。ありがとうございます。ちょっと耳組み立てるとこ割と難しかったんで、ちょっとクレームの聞きました。今から手直ししますので、綺麗に手直ししてまたアップし直して、僕のペーパーカッターってボロボロなんでね、これ結構前に作ってあったんですけど、あえてボロボロに作ってみたんで失敗かなっていう。このことはシワシワブームで、僕の中でシワシワにしたら面白いんじゃないかなと。失敗します。こっちもそうですね。でも僕もこれも味があって可愛いですよね。いってるんで。ガチ可愛く作れたので、皆さんも楽しんでいただけたらありがたいなと思っております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。